絶対にダメだからってな感じでして。だから俺、彼女がトイレに入っている隙にこっそり。皆さん、こんにちは。ラペラのみどりです。今日も一緒に日本語の勉強しましょう。今日のアニメは、ヤクザと目つきの悪い女刑事の話です。長いですから、みんな、ヤクメと呼んでいます。ヤクメは、ヤクザの轟さんと、刑事の有賀谷さんのラブコメディです。今日見るアニメのシーンとキャラクターについて話します。男の人が、4人で話しています。この人は轟圭一さんでアニメのメインキャラクターですが、一番話しているのはこの A 君です。A 君は1、2、3人の友達に自分の彼女、ガールフレンドについて話しています。じゃあアニメを見る前に難しい単語を勉強しましょう。一つ目は気配り。気配り。英語で consideration とか attentiveness という意味だと思います。漢字を見ると、これは気持ちの気で、こっちの漢字は配るという意味の、みんなにあげるという意味の漢字です。気持ちをみんなにあげる。みんなのことを心配して優しくすることを気配りをすると言います。二つ目は、おまけに。おまけに。in addition to ですね。おまけは、小さいボーナスとか小さいギフト、プレゼントのことです。例えば皆さんこういうお菓子買ったことがありますか？お菓子を買うと、小さいカードがおまけでついてきます。おまけがもらえます。とかね。それから日本では小さいお店で買い物をすると、1個おまけ。本当は3つ買いましたけど、1個おまけ。で、4つ買えたりとか、おまけをあげます。みたいな、ことが時々あります。おまけにを文の中で使うときは、あと少し言いたいことがあります。という時に使います。おまけにの後でたくさん説明があるということはあんまりないと思います。三つ目は、強運。強運。強運の運。これは、運動するとか、運転するという言葉で使いますね。勉強したと思います。運という漢字一つだと、ラックという意味になります。はい。この運。運がいいとか、運が悪いという言葉でも使えますよ。四つ目は、勝手に。勝手に。英語で without getting permission ですね。自分で決める、自由にするという意味ですが、これはネガティブな意味です。ネガティブな意味です。五つ目は、本題。本題。メイントピックという意味です。はい、一番話したいことですね。これはアニメの中でとてもわかりやすく使っていると思います。はい。6つ目は悪い。悪い。悪いは難しい言葉じゃないですね。皆さんも知っていると思うんですが、このアニメの中ではごめんなさいという意味で使っています。皆さんアニメの、漫画もありますけど、ワンピースを見たことがありますか？有名なシーンがありますよね。悪い。俺、死んだ。っていうところです。知っていますよね。私はワンピースが大好きなんですが、知らない人は自分で調べてください。悪い。ごめんなさいという意味で使うときもあります。7つ目は、気になる。気になる。get curious とか curious ですね。知りたいという気持ちがあります。ということです。はい、大丈夫ですね。8つ目は、人間の差が。人間の差が。ですね。これ、難しい言葉です。あんまり使わないと思いますが、アニメの中で言っていますね。英語で human nature。人間は human。
ですね。で、この漢字、普通は佐賀と読まないんですが、人間の佐賀、この言葉の時だけ佐賀と読みます。9つ目は、好き。好き。ギャップですね、ギャップ。2つ使い方があります。1つは、物と物の好きをギャップと言いますね。こういう、これは壁とドアの好き。物と物の好きのことは隙間ということも多いです。それから、もう一つは時間の好きですね。時間の好き。例えばちょっとイメージしてください。子供の時皆さんお菓子が好きでしたか？皆さんのお母さんやお父さんはあんまりお菓子を食べてはいけませんと言いましたか？お母さんやお父さんが同じ部屋にいるときは怒りますからお菓子を食べませんね。でも、お母さんがトイレに行きました。この隙にお菓子を食べましたか？食べましょうか？はい。これ、時間、お母さんが私を見ている時間に隙ができましたよね。この隙にお菓子を食べる。とか、この隙に、今がチャンスみたいな意味で、好きという言葉を使っています。10個目は、こっそり。こっそり。こっそりは、スニーキーとか、secret、静かにとか、わからないようにという意味です。最後の2つは、あんまり大切じゃないんですが、アニメに出てきたので説明しますね。下道。下道は、unethical、bad person。悪い人、ひどい人ということです。それから、人でなし。人でなしも、悪い人。ダメな人という意味です。ちょっと、リストが長かったですね。わからないことがあったら、コメントをください。それから、単語リストができましたから、スクリーンショットが必要な人は今撮ってください。では、アニメを見ましょう。1回目は、日本語が全部わからなくても大丈夫ですよ。大体のストーリーがわかったら OK です。質問が2つありますから、この質問について考えてみてください。1番、A 君の彼女は何がダメと言いましたか？ダメは No ですよ。やめてくださいという意味です。2番、彼女がダメと言った後、A 君はどうしましたか？の1番と2番について、アニメを見た後で答えてくださいね。じゃあ、いってらっしゃい。彼女の部屋がやばかったんです。俺の彼女はそれは可愛くて優しくて気配りもできて、おまけに宝くじもバンバン当てちゃうほどの強運で、聞いてもねえのに勝手に話し始めたぞこいつ。そんな話はいいから早く本題に入れよ。そうか、悪い。実はこの前初めて彼女の家に行ったんだけど、それでリビングに入った時、綺麗にしてるんだね。そこの部屋には何がある？この部屋だけはダメ。入ったら絶対にダメだからってな感じでして。おう、絶対に入ったらダメな部屋か。でもそんなこと言われたら気になるじゃないですか。それが人間の差がってもんやね。だから俺、彼女がトイレに入っている隙にこっそり開けちゃったんです。コロッケど人でなし。お帰りなさい。わかりましたか？最後に、この下道、人でなしと、A 君のことを怒っていましたね。はい。じゃあ1番。A 君の彼女は何がダメと言いましたか？あの部屋。部屋がありましたね。で、部屋の中を見ること。部屋の中を見てはダメ。見ちゃダメ。と言っていました。それから2番。彼女が、あの部屋の中は見ないでくださいと言った後、
A 君はどうしましたか？中を見ました。あの部屋の中を見ました。彼女がダメと言ったことをすぐにしたんですね。これは良くないです。けどです。じゃあ、もう一度見ましょう。今度は、ターゲット文法のんです。んだがブランクになっています。穴になっていますから、そこをよく聞いてください。全部で4つあります。じゃあ、いってらっしゃい。彼女の部屋がやばかったんです。俺の彼女はそれは可愛くて優しくて気配りもできて、おまけに宝くじもバンバン当てちゃうほどの強運で、聞いてもねえのに勝手に話し始めたぞこいつ。そんな話はいいから早く本題に入れよ。そうか、悪い。実はこの前初めて彼女の家に行ったんだけど、それでリビングに入った時、綺麗にしてるんだね。あ、そこの部屋には何がある？この部屋だけはダメ。入ったら絶対にダメだからってな感じでして。おう、絶対に入ったらダメな部屋か。でもそんなこと言われたら気になるじゃないですか。それが人間の差がってもんやね。だから俺、彼女がトイレに入っている隙にこっそり開けちゃったんです。コロッケど人手なし。お帰りなさい。どうでしたか？この文法は本当によく使いますから、ブランクもたくさんありました。じゃあ一つ目。彼女の部屋がやばかったんです。と言っていました。やばかったんです。やばかったは大丈夫ですか？やばいという言葉の過去形です。有名な言葉なので単語リストに入れませんでしたが、とてもすごいという意味です。とてもすごい。ポジティブなとてもすごいもやばい。それからネガティブなとてもすごいもやばいと言います。はい、ここではどういう意味だと思いますか？はい。後で一緒に考えましょう。二つ目は、彼女の家に行ったんだけど、ね、行ったんだけど、ここにんだがあります。三つ目は、綺麗にしてるんだね。ですね。綺麗にしてるんだね。四つ目は、開けちゃったんです。開けちゃったんです。この感じ大丈夫ですね。あの部屋のドアを開けました。開けちゃったんです。と言いました。はい。これらの文については、んですについて勉強してからゆっくり説明します。じゃあ、んですについて勉強しましょう。元気を使っている人はレッスン12。みんなの日本語を使っている人はレッスン26にと書いてありますよ。まず、んですは動詞、形容詞、名詞の普通形と一緒に作ります。普通形は何でもいいです。動詞、名詞、形容詞、どれでもいいです。それから、現在形、過去形、present tense, past tense もどちらでもいいです。はい。ネガティブも大丈夫です。それから一つだけ、な形容詞と名詞の現在形、そこにはなをつけてください。はい、普通形となが必要です。例えば、こんな風になります。元気です。元気ですはな形容詞ですね。現在形の普通形は元気だ。元気なんです。じゃないです。元気なんですが、元気の普通形のんですの文になります。他のもちょっと見ましょうか。元気、現在否定形は元気じゃない。元気じゃないんです。過去形は元気だった。元気だったんです。ですね。元気だったです。過去否定形は元気じゃなかった。元気じゃなかったんです。はい、こんな風に
普通形にんですをつける。これで OK です。な形容詞と名詞だけなお気をつけてください。一応大学生です。もうやりましょうか。はい、名詞です。大学生なんです。大学生なんです。現在否定形は大学生じゃないんです。過去形は大学生だったんです。過去否定形は大学生じゃなかったんです。んですを作るとき、普通形が分かっている人は、難しくないと思います。普通形が分からない、忘れた人は復習してください。それから、んですのカジュアル。友達と話すときの言い方はちょっと変わります。はい。んですが、んだ。それから、のになることがあります。例えば、元気じゃないんです。カジュアルフォームで、元気じゃないんだ。または、元気じゃないの。はい、なんですは、なが必要ですから、例えば、元気なんです。元気なんだ。または、元気なの。になります。のは、アニメに出てこなかったので、あまり説明はしないことにしますね。でもアニメでとってもよく見る文法ですから、他の授業でまた一緒に勉強できると思います。待っていてください。じゃあ、どんな時にんですを使いますかについて話します。んですを使っても使わなくても意味はだいたい同じということも多いですが、はい、これが一番大切なポイントです。背景があります。背景はバックグラウンドのことです。はい、例えば、何か見ましたか？聞きましたか？考えましたか？それから、知っていましたか？知りませんでしたか？そういう背景がありましたから、話したいとか、説明したいとか、確認したい。そういう気持ちが起きたときに、んですの文を使います。もちろん、ショートフォームんです。カジュアルはんだ。それからの。また、質問することもとてもよくあります。何々んですか？とか、何々なの？ね。今日は、アニメで、質問の文が出てきませんでしたから、少しだけ例文に入れましたが、また他の動画で質問の作り方も説明したいと思います。今日は、これにフォーカスしています。じゃあ、今日はたくさん例文を一緒に見て考えてほしいと思います。一つ目。はい、見てください。A さん。これ A さん。これ A さんです。こっちは B さん。B さんは日本語を勉強している学生です。B さんはよく YouTube でラペラ日本語教室を見て勉強しています。皆さんと同じですね。いいですね。A さんは B さんにこう言いました。日本語が上手ですね。そして B さんは答えました。ありがとうございます。YouTube を見て勉強しているんです。ここ、んですを使うのはとてもナチュラル、自然ですね。はい、YouTube を見て勉強しています。これもわかりますよね。意味がわかります。でもここでんですを使いたい。はい、どんなバックグラウンドがあると思いますか？ A さんが日本語が上手ですねと言いました。で、B さんはとても嬉しいから説明したいんですよね。どうして日本語が上手か。どのくらい勉強しているかとか、どうやってとか、いつからはい。もっと話したい、聞いてほしいと思ったから、このんですを使っているんですね。んですを使っています。例えば他にそうですね。たくさん勉強しました。たくさん勉強したんです。とか、日本に住んでいました。日本に住んでいたんです。とか、聞いてください。もっと説明したい。この気持ちがあるときは、んですを使うことが多いと思います。また、褒められたとき、
すごいですね。素敵ですね。上手ですね。これじゃなくても、相手が知らない状況について説明したいときも、んですがいいですよ。例えば A さんがちょっと怒っています。B さん、遅かったですね。もう10時ですよ。そして B さんは言います。すみません。気分が悪かったんです。気分が悪かったことを A さんは知りませんから、説明したい。これも、んですを使うととても自然です。次。これは、この人は本が好きだと思います。はい、あなたはこの人に質問します。その本、面白いんですか？これも、んですかを使っていますから何かバックグラウンド、背景がありますね。何か考えたこととか思ったことがあります。その本、面白いですか？これは、その時にただ聞いている、シンプルな質問ですが、はい。じゃあ、面白いんですか？どんな背景があると思いますか？例えば見てください。この人、笑っていますね。本を読んで笑っています。笑っていますから、笑っていますね。面白いのかなと思って確認したい。それもあると思います。それから、この人ともっと、長く友達でいる人は、例えばこんな背景も知っているかもしれません。この人はいつもこの本を持っているんです。いつもこの本を持っていて、時間があるといつもこの本を読んでいます。それは、すごく好きなんですね。面白いんですか？確認したくなりますね。そんな時に、何か知っていて、だから確認したい。そういう時に、んですか？で質問することもよくあります。じゃあ次、これはどうですか？ここは大学です。はい、この B さん。B さんは A さん。お友達の A さんが同じ教室にいるのを見つけました。そして B さんは言います。A さんもこのクラスを取っているんですね。はい、ここで、んですね、んですを使っています。これはどんなバックグラウンドがあると思いますか？ちなみにこのクラスを取る。英語と同じです。to take class ですよ。クラスを取ります。クラスを取っているで taking the class ですね。はい。これ B さんは A さんがこのクラスを取っていることを知りませんでした。知りませんでしたが、今気づきました。今 A さんがいるのを発見しました。だから話したいと思ったんですね。知りませんでしたよ、A さん。A さんもこのクラスを取っているんですね。こんな風に知らなかったけど、今知りました。で、これについて話したいときも、んですはよく使われます。はい、最後。A さんと B さんは友達です。ですから、カジュアルを使っていますよ。A さんが言います。昨日、TWICE のライブがあったんだ。最高だった。最高だったはわかりますか？最高は the best ということです。TWICE のライブいいですね。私も行きたいです。TWICE を知らない人は今すぐ Google 先生に聞いてくださいね。はい。A さん、あったんだと言っています。どうしてんだだと思いますか？ A さんは B さんはTWICE のライブがあったことを知らないでしょと思っているんですね。B さん知らないでしょ ?TWICE のライブがあったんですよ。そして私は行ったんですよ。ということを話したいんです。初めてこのトピックを話し始めるときなどは、あなたは知らないでしょ？今から私が話したいからね。というサインで、んだとかんですを使うこともよくあります。そして見てください。B さん。実は私も行ったんだ。行ったんだと言っていますね。B さんはこの状況わかりました。はい。A さんは B さんはライブのことを知らないと思っていますね。でも B さん、実は actually とか in fact 実は
B さんもライブに行きました。ライブに行ったんだと言っています。このシチュエーション、この背景、もうわかりますね。A さんは B さんが言ったことを知りませんね。だから、それについて話したいから、んだを使っています。A さんは驚いていますね。はい。A さんは TWICE のライブに行きました。聞いてください。そして話したい。だから、んだを使いました。そして B さんも、私も行きましたよということを話したい。だから二人とも、んです。んだを使っていますね。大丈夫ですか？はい、どうでしょう？たくさん例文を読みましたが、少しわかりましたか？本当にこの文法はいろいろな場面で使えますから、少しずつ慣れてください。アニメを見たら絶対にみんな使っていますから、はい、たくさんのアニメを見て慣れてください。じゃあ、皆さんも、んですの文を作ってみてください。作った文はぜひコメントで教えてくださいね。はい、1番、見てください。素敵な服ですね。はい。友達が素敵な服ですねと言いました。皆さん今服を着ていますね。着ていますね。はい。その服について説明してください。んですを使って説明してください。今着ている服が、ちょっとという人はもちろん好きな服について説明してもいいと思います。じゃあ私の例です。素敵な服ですね。ありがとうございます。これはポケモンカフェの T シャツなんです。見えますか？ちょっと見えないかな。はい、これで見えますね。ポケモンカフェの T シャツなんです。T シャツは名詞ですからなんです。T シャツなんです。昔友達と行ったんです。ポケモン好きなんです。ポケモン大好きなんです。ゲームもよくするんです。それから、スマホで、ポケモン GO もよく遊ぶんです。はい。こんなに可愛いですが、あんまり高くなかったんです。はい。たくさん説明することがありますね。好きな服ですから。はい、これ、んですで説明するときに、服の見た目の説明は変ですよ。わかりますね。友達は今、見ていますから。服が赤いんですとか、そういう見た目の説明はちょっと変です。例えば、どこで買いましたか？誰がいつなどを考えたら上手にできると思います。じゃあ2番を見てください。この人は、ショックという感じですね。はい。皆さんはこの人がちょっと心配になりましたから、大丈夫ですか？どうしたんですか？と聞きました。はい、この人は何と答えると思いますか？はい、面白い答えをぜひ考えてください。私の例はこれですね。まず、100万円落としたんです。落としたんです。落としますは to drop ですから、100万円落としたんです。今、ないんです。ということですね。ショックですね。それから、ご飯の中に虫が入っているんです。虫は、わかりますか？虫は bugs ですね。どんな虫が入っていますか？小さい虫ならいいですか？ゴキブリは嫌ですか？それから、これはわかる人とわからない人がいるかもしれませんが、はい、メガネを忘れて、映画が全然見えないんです。これもちょっとショックですね。もったいないですね。皆さんも何かショックな、この顔になるアクシデントを考えてください。ぜひ、コメントしてください。それから質問がある人も、コメントをくれたら、返事をしたいと思います。じゃあ、今日のアニメに出てきたんですの文について考えましょう。一つ目、彼女の部屋がやばかったんです。A 君が今から話したいこと、
彼女の部屋がやばかったことについてみんな知らないでしょ？今から話したいんです。聞いてください。という意味のんですね。TWICE のライブがあったんだのんだと同じ使い方です。このやばかった大丈夫ですかね？はい。やばいはとてもすごいという意味です。昔は若い人ばっかり使いますと言われていたんですが、もう今はもうみんな使っています。はい。若い人だけじゃありませんから、大切な言葉になっていると思います。やばい。例えば、ご飯が美味しくてやばいとか、宿題がたくさんあってやばいとか、ディズニーランド楽しいやばいとか、いろんな状況でやばいを使えます。じゃあ、彼女の部屋がやばかったんです。このやばかったはどんな意味だと思いますか？まあ、あんまりいい意味じゃないですよね。彼女の部屋が素敵でした、やばいというストーリーじゃなかったと思います。彼女の部屋に行ったら秘密の部屋があって危ない感じでした。ちょっと大丈夫かな？なんだろう。まあ、こういう意味ですから、まあ、このやばかったはちょっとネガティブな意味が入っていると思います。二つ目、彼女の部屋に行ったんだけど、これも今から話したいですね。彼女の部屋に行ったんだ。はい。これについて話したいので、んだを使っています。ポイントはこの、けど。けどは、バットと勉強したと思います。ここにも書いたんですが、けどはカジュアルですよ。けどはカジュアルで、行ったんですが、フォーマルです。これ二つ使い方があって、一つはバットです。よく使います。もう一つ、イントロダクションとかトピックについて話すときも、けどを使うんです。がも使います。ちょっと知らない使い方かもしれません。例えば、この人、初めて彼女の家に行ったんだけど、やばかったんだ、という文ですよね。まあ大体。初めて彼女の部屋に行ったんだけど、これ、彼女の家に行ったことについて話すね。でね、ということです。はい。これすごくよく使います。バットじゃない時もあります。と覚えたらいいと思います。じゃあ次は、綺麗にしてるんだね。ですね。この漢字大丈夫ですね。綺麗。昔習った言葉ですけど、漢字で書くとこんなに難しいんです。これ、A 君が彼女の家に入って言ったことですね。これちょっと私は失礼だと思うんですけど、どうでしょう。はい。まず、綺麗にしてるの E が、聞こえなくなっていますけど、これしている。元気のレッスン7。みんなの日本語レッスン14で勉強した何々ています。の文法です。何々ています。ですよ。で、何々ていますの普通形で、ているにんだがついています。綺麗にしているんだね。はい。まあ、いつも部屋を綺麗に片付けているんだね。まあ、英語だと、keep room clean.You're keeping your room clean. まあ、こういう意味です。で、まあ、ここでんだを使うと、今気づきました。今、彼女の家に入って、綺麗にしてるんだね、と、まあ、気づいて言った言葉になりますが、これ、背景は何でしょうね。背景は、彼女の部屋あんまり綺麗じゃないと思います。そして彼女の家に来て、綺麗にしているんだね。この A 君が、まあ本当に、彼女の家が綺麗じゃないと思っていたかはわかりませんが、このいうふうに、んですとか、んだは、状況によってはちょっと失礼になることもあります。最後はこれですね。こっそり開けちゃったんです。これは、開けますですね。ドアを開けます。はい、部屋のドアを開けました。開けたんです。これも、説明したい、話したいことなんですよね。大丈夫だと思います。この、開けちゃった、は、元気のレッスン18、みんなの日本語のレッスン29でこれから勉強します。
しない方が良かったとか、やめた方が良かったと、ちょっと、regret、後悔している時に使う文法です。教科書で勉強するのは、何々てしまいます。何々てしまいます。で、過去形で何々てしまった。ですが、開けちゃったの、ちゃった。これは、カジュアルフォームです。同じ意味でカジュアルフォームです。はい。まだ習っていませんから、ちょっと聞き取るのは難しかったかもしれません。じゃあ、んですについてよくわかったと思いますから、3回目見ましょう。今度は字幕が全部ありますから、わからないところは自分で調べたりして、楽しんでみてくださいね。じゃあ、いってらっしゃい。彼女の部屋がやばかったんです。俺の彼女はそれは可愛くて優しくて気配りもできて、おまけに宝くじもバンバン当てちゃうほどの強運で、聞いてもねえのに勝手に話し始めたぞこいつ。そんな話はいいから早く本題に入れよ。そうか、悪い。実はこの前初めて彼女の家に行ったんだけど、それでリビングに入った時、綺麗にしてるんだね。そこの部屋には何がある？この部屋だけはダメ。入ったら絶対にダメだからってな感じでして。おう、絶対に入ったらダメな部屋か。でもそんなこと言われたら気になるじゃないですか。それが人間の差がってもんやね。だから俺、彼女がトイレに入っている隙にこっそり開けちゃったんです。だけど人手なし。お帰りなさい。どうでしたか？あの部屋に何があったと思いますか？なんでしょうね。気になる人はぜひ元のアニメも見に行ってください。リンクは説明のところに書いてあります。もっとチャレンジしたい人はアフレコ、ボイスオーバーをして発音のトレーニングもしてみましょう。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。また次の授業で会いましょう。またねー。